はい、それでは今日はこれです。ぶどう。長野パープルと BK シードレス、紫のぶどうを植えたいと思います。っていうのも、この長野パープルを枯らしちゃったので、これはもう片付けて新しいやつにします。丸2年。今日これで3年目、3月に入る予定だったんですけど、2年で枯らしちゃいました。なので、リベンジ。もう一回長野パープルと BK シードレスを植えていきます。緑のブドウはある程度シャインマスカットができるようになってきたので、今度は紫のブドウが欲しいと思って、苗を仕入れました。長野パープルが1万円、1万1000円ぐらいで、 BK シードレスが9500円とか、高級苗です。なので植えていきます。はい、ここに植えるので、ザクザクザク、ちょっとここいら早送りするか。こんだけやればいいか。こんな感じでやって、真ん中に支柱ここに植えるから、立てる。で、ここは長野パープル。長野パープル植えます。これは農協から買った苗だぜ。長野パープル、長野県育成、長野だからな。これは支柱か。一回支柱取っちゃって、支柱長野県育成。じゃあちょっと水につけてたから、これをこう放射状にやって縛ろう。ヤギに食われるといけない。要注意要注意。食ってる。もう早速食ってんじゃねえかよ。ここが接ぎ木部分なので、これが絶対埋まっちゃいけないから、これを埋まらない位置、ここだったら確実に埋まらないな。それでまず縛っちゃう。芽がいっぱいついてくから、これあれだね、15センチ、ここで1回植えたらあれしよう、剪定で、まずいろいろ用意した。これ駆動石灰でちょっとここや、こんなもんでいいでしょう。駆動石灰、そして熔リンはリン酸アルカリ分、駆溶性駆動も入ってる。で珪酸入ってますね。これをババッと木をしっかりと育てさせる。こんなもんあれか、十分ほどに。そしてこれは元肥、有機の元肥、窒素リン酸カリ
これメロンに入れてるのと同じやつ。こんなもん入ってるよ一緒。そしてバークタイ多分牛堆肥とかでもいいんだろうけど、うちはメロンにバーク堆肥使ってて、バークは結構あるんで、これでこうできた。とりあえずこれだけ入ってれば十分だな。これでこれを放射状にというか、あっちにはあまり行ってほしくないか。苗を根っこをセットして、これをかんましながら埋めていく。ふわふわに。栄養たっぷり。うちの方はさ、砂地だからね、水の切れがすげえいいから、日照りになったら露地だからといって甘く見ずに、やっぱり水をかけないと枯れるな。要注意だな。できた。これで植えられた。でここに水を、これで後でアミノ酸かけます。とりあえずこれはここで。であとはこれ、こっちか。ここが接ぎ木部分で、ここに何芽かあるんですけど、それ育てていくってことで、ここはだいたい15センチもあればいいので、これで20、22あるから、ここでいい。ここで、生きてる。で、ここから芽がどんどん出てくれば。さあ、今日3月の15日。今日15日に植えました。誕生日。何年で、3年で実がなってくれれば嬉しいけどね。上に行って、ここがちゃんとにぶどう棚になって、彼がヤギの日よけになれるように一刻も早く育ててもらいたいと思います。はい、それではあともう一個 BK シードレス植えるんで、植えたらまた取ろうと思います。とりあえず植えていきます。はい、それでは植え終わりました。こんな感じ。網をかけた。でこれ長野パープルです。長野パープル、こうヤギに食べられるといけないので網をかぶせました。この網はあれです。なんだ、メロンのベッドで使ってた網です。そしてこっちに BK シードレス植えた。これはシャインマスカット。これ生きてるからいける。まだいける。でここに BK シードレス植えました。こんな感じ。 BK シードレスで、これ BK シードレスね。これも網かけて、これで水かけていきながらきっちりと育てきりたいと思います。楽しみだな。この成長の具合は毎週農園通信かなんかで毎週ちゃんとに報告していきますんで、見守ってください。3年だね。3年後紫の実がなるように丁寧に育てていこうと思います。頼むよ、いたずらしないでくれよ、ヤギちゃん。はい、そんな感じでBK シードレス長野パープル植えていきました。引き続きまた見てみてください。僕のチャンネルよろしくお願いいたします。もしよろしければグッドボタンをください。以上です。
す。